島ラーメンは豚骨塩味ですごくコクがあって濃い味を楽しんでいただきたいんですけども、そこに生卵が入っててね、その生卵を崩しながら味がこうマイルドに変化していく、その変化を楽しんでもらうっていうのが東大ラーメンのコンセプトになってます。はい、全国で何店舗？東大店舗で12店舗出店しております。全店舗で何食分ぐらい？そうですね、1日だいたい2400杯ぐらい出ております。こちら今見えてるドロドロしてるものは背骨とかげんこつとか砕かれてミンチになったりします。砕かれることでどうなるんですか？お湯に溶け込むといいますか、凝縮される。これがポンプで吸い上げられてスープだけになったものが向こうの釜の方に。だいたい1日何リットル分ぐらいです。製造で言いますと1200キロぐらいにはなります。1釜で作られている分が大体どのくらいの量になるんですか？1釜が最終300キロぐらいになりますね。今のあの状態でしたら500キロぐらいになるんですけど、煮詰めて最終300キロぐらいに。大体何時間ぐらいスープは煮込まれるんですか？最初から合わせると4時間ほど。1日何合分ぐらいお米使われるんですか？1回で炊くのが2升なんですけど、平日だったら2升を8回9回ぐらい、土日だったら10回以上11回とか。ご飯は結構頼まれることは多いですか？多いですね若い男性の方とかだったら3杯4杯召し上がる方もいるんで。卵っていうのはテーブルに備え付けの卵があるので、こちらはもういくつでも無料でお入れしていただきます。卵はかなり出ますか1日400個ぐらい、出てますね。はい、卵はどういった食べ方、おすすめとか？そのままラーメンに入れて崩しながら食べる方法と、別の器そこで溶いてつけて食べる食べ方と、あとはご飯乗っけて卵かけにしてもらうこともできるんで堪能してもらえばいいと思います。ニンニク無料っていうのも書いてあるんですか？そうですね、お好みでしたらニンニクお入れしてお出ししております。
いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。味玉で。お願いします。はーい。香港。いらっしゃいませ。はいよ。これが波ね。はい。今こってりです。はい。波です。じゃあ。こってりです。少しだけお待ちください。妻と旅行で、はい、朝一でこちらのラーメン目当てにやってきました。味がしっかりしていてご飯によく合うなっていうのと、卵にやっぱりよく合うなっていうのがすごく美味しいです。美味しいです。こってり大です。はい、お願いします。大です。何名様でしょうか。2名様お好きなお席どうぞ。
願いします。これ1個味玉やね。1個味玉です。よっお願いします。動画すぐ1枚入れてください。女性いらっしゃいませ。ありがとうございます。ラーメンにんにく入れることできますか？提供スピードは意識されてます？もうめっちゃ意識してます。食券の時間と提供した時間を確認して大体5分以内には出すようにはしてます。ラーメン屋で時間かかるんだったら次来ようと思わんし、トッピングももう極力30秒以内にしてくださるとお客様で運ぶに2分3分かかって麺伸びるんでっていうのはしてます。これがノーマルの方です。こっち少なめ。はい。初めてですね。美味しいです。固定台の味玉です。ご飯サービスになりますけど。大盛りでお願いします。はい。こちらご飯大盛りにしてます。お願いします。はい。お待たせしました。こってり大の味玉入りです。大変お待たせ。ラーメンにんにく入れることできますけど。手作りやから味玉を食べてほしいんだけどなかなか知らん人が多いけん味玉は食べてほしい。手作りやけんできれば肉増しの上に手作りの味玉を乗せてもらって食べてもらいたいっていうのが理想です。お願いしはーい。まお待たせしました。肉増し大味玉です。はい。2名様ですか？何名様でしょうか。
はいよお願いします。大のニンニク入りです。出張ですね。出張かな。出張で来られて東大に行きたいっていう初めて食べられてみてお味いかがですか？徳島出身なので、はい、甘辛で美味しいです。もう徳島は甘辛ですもんね。大好きです。いいよ何年くらいかかな？多分17歳ぐらいに入ったんで14年間ぐらい出産とか育児で離れとった時期はあったんですけど、そんだけこう続けられるってなかなか。やっぱ人間関係が一番大事だなっていう。お店のことは好きですか？どっか行っても多分こっち持ってくるってことは多分好きなんだろうなっていう。県内で5店舗で県外で7店舗。はい、県外だと、京都店、大阪の枚方店、尼崎店、兵庫店、滋賀県の草津店、関西店舗中心で出店しております。本場の徳島の味が食べられるっていう。そうですね。味はもう全く同じ味で展開しております。餃子は抜群で美味しいです。手作りの手巻きで3分以内で負けたら一人前や週のうち4日ぐらい行きよる。相変わらず美味しいです。これダイヤか食えんやん。天使大です。はい、ありがとうございます。B セット。もらえますか？喧嘩し持って44年やってきました。美味しいです。美味しいな。中華料理のジャンジャンと申しますけども、自分の体がなかなか持ちそうにない気に、何年できるかいう、まあ後継ぎはおる気にこの12日が来たら73、いつお客さんが来てもええような状態にして朝は準備だけ。
冬の寒い日の朝とかは手作りの手巻きで、機械を入れたらわーいう話もあるんやけど、機械設置してさあ今から巻きますよいう準備期間と機械が巻く速さと比べたら自分が巻く方が早いんです。昼はこれぐらい売れるやろういうだけ巻いて、で晩は晩で昼からまた巻くんです。1枚で60個できるんです。習い始めははかりと時計と置いて3分以内で負けたら1人前焼いてグラム単位ぐらいで大きかった小さかったいうのが分かります。会社勤めで自分は収まらんなというのがあったんで自分で商売しよう。でチェーン店にしようと。そこでこういうのやったらええなと思って修行に入ってでチェーン店で出したんですよ。この辺香川県だけで11店舗ぐらいあったんですよ。どんどん餃子いうお店を出しとったし、本部が先に廃業してしまう。でも自分で全部自前でせないかんと。やったらできるやろうと。始めた当初、昭和56年から値上げとかいろんなのがあってどんどん値上がりして今は240円かな。中華料理屋やだからこの半分ぐらいで油もん焼きに汚いとか狭いとかいうのが自分の頭の中にあったけど、自分がやるんやったらこういう広さでやろうと。業者がきれいに使ってますね言われるのがやっぱり自分のやることは間違ってなかったな。澄み切ったのに油が出とるというか配炭にしないんですよ。メインは醤油だね。うどんに対抗せならんから澄み切ったスープの方がいいかなと。昔ながらのやり方で値段をそのままいう形。うちはいまだに400円台ですよ。これも長いことしてるうちに自分の感覚で沸く前にわっと入れてしまったらこういうふうに卵が変えられないんです。これを下焼きだおかしいんやけど一遍にやるとどうしても十分な油が回らないというか、唐揚げの二度揚げと一緒で美味しさが出るんじゃないかな。
昨日つかんかったきな。私たちが押したんでは、全然。そう、なんか。タイムランチ A にラーメンと焼き飯いうのをセットで。やっぱりそこは加減するやん。週1ぐらい。今日はタイムランチ美味しかったです。好きなメニューとかあったりするんですか？そうですね、餃子も美味しいし、唐揚げとか、あとニラ肉、そこら辺を結構あります。もう土曜日日曜日なんかこの3枚ぐらい下準備を十分にしてなかったら間に合わん。関西の方では醤油ベースで。これぐらいいいの。8番な。
醤油ベースで味付けするときに九州の方で焼きラーメンとかいう商品があるんですけど、それに近い感じの焼きそば。清大一。油加減、火加減いうのが昔から小中大で3種類の商品混ぜとったきに、また最近ちょっとブームになった大盛りいうやつを昔ながらにやってこれ天津飯の大です。大体注文して7分以内でお客さんのとこへダラダラダラ。いけない。揚げそば1。2段分やでね。はい。はい、ランチです。はい、お待たせです。ご注文は何されたんですか？定食でな。あ、美味しいよ。美味しいですか？うん。我々の年代にしたらちょうどええわ。週のうち4日ぐらい来よるけど、もうタオパスで入るよ。はい、餃子です。天津飯の方。はい、はい、はい。はい、どうぞ。ありがとうございます。4もう終わりや。皆さん B ランチ、これ全部切ってますか？はい、はい、これね、はい、すいません。お味いかがでしたか？相変わらず美味しいです。酢豚定食と餃子、はい、美味しかったですね。B セット。ちょっと待ってもらえますか？
6の C 行って。私ご飯の小のな。今日はな。はい、全部6やし。はい。 A1 ちゃんぽん中1。ご飯もスープがないです。遅くなりました。先乗ります。はい。よく言われる。すごいです。8はそれで終わりな。はい。はい、遅くなりました。
計算できた。すごい。今日は何勝分ぐらいなくなってるんですか。今日は3回目なので4勝なくなってます。まかないそうです。そうです。創業当初からもうずっといらっしゃるんですか。はい。私ら2人がし始めたから結構はなかったです。息子がね、生まれてすぐ近くでおばあちゃんおじいちゃんがおったから預けて、頑張ろういう感じで時人数が少なかった時あったんですけどね、お父さん頑張ろうな負けんと行こうないう感じで職人気質で縁の下の力持ちさんでね。でもね喧嘩し持って44年やってきました。お母さん元気でお店どんなよって言われるんや、しんどいのにって言うけど、お母さんの顔見に来よるけんなとかそういう嬉しい言葉だから、頑張るわ言うて。割と焼き飯って豚もこれは焼き豚に炊く。
そうなんですね。チャーシューチャーシュー。市販のやつを買うと 100g300 円ぐらいするんで、自分で肉を買って加工しよう。で今いかにそのお客さんに安く提供できるか言ったらこういう努力を惜しまんとした手抜きみたいなことしたらお客さんもようしっとり分かる。オープンした時から自分が店始めた時からもう変えずに本当は手お客さんが次々と来始めるんです油でこれも油も大事なきに捨てずに沸いてきて、こっから1時間。はい、すみません、お待たせしました。ラーメンと天津小道中です。いただきます。いただきます。いただきます。飯です。お味どうですか？美味しいです。美味しいな。何を食べたんですか？焼きご飯。焼き飯。ラーメン。ありがとうございました。ちっちゃい頃から来てます。数えれんぐらいやと。ほんまのちっちゃい頃からなんで。何がおすすめとかあるんですか？餃子は抜群で美味しいです。おばちゃんも楽しいし、アットホームで美味しいです。
すいません。で、全部来た。はい。いつもやっぱり前ね、店だけじゃなくて、もう家でもたこ焼きパンにでも横に餃子があるぐらい、ここの餃子が並んでるぐらい。無水麻婆って水分は豆腐の水分だけでお豆腐を煮込んでこのうまみを全部一鍋に出すというようなやり方。結構辛いんですけどうまみとかも美味しくてめちゃくちゃ美味しいですわ。噂に立ってますわ。近所にこれだけ美味しい中華料理屋さんがあるのが本当にラッキー。店で出てしまうけんびっくりしちゃった。大体もうこうやったらのうちに仕込みをねお笑いするに YouTube だったらパッとできるように味の統一とかもあるんですよね。一回作っとったらある程度味の統一ができて。ネギのみじん切りなんですよ。縦にこうやって目を入れて横に切ったらみじん切りですね。うちはもう全部手切りでだいたい1日ケースぐらいですかね。1ケースで何本分ぐらいとか。20本ぐらい。うち売りが麻婆豆腐なんでもう麻婆なんで昼間はだいたい7、8割は麻婆になる時もあります。豆腐は100丁ぐらい出るんで豆腐の量は徳島で一番です。
小島さんはどうしてお店を、本当は野球やってたんですよ。小中高で野球してたんですよね。高校の時も大学の推薦まで決まってたんですけど、怪我しちゃって筋を切っちゃって、肘の野球の道が立たれる時に野球から家帰ったらテレビがついてて、料理の鉄人でちょうど陳さんがテレビに出たんですよね。それ見て中華料理かっこいいなと思い出して、たまたま知り合いがいて、淡路のホテルに陳さんのディナーショーがあるから行ってみないって言われて行ったんですよ。今から麻婆豆腐を200人前作るからちょっと見てみないって言われて、すごいそれに惹かれていって今の料理の世界に飛び込むことになったんですけど、かなり野球は熱心にされてた。少年野球の監督しながら料理してます。野球が好きだったんで、けど野球があったから多分今のこの料理の世界でもこうやって自分の店持ってできてるんだと思うし、野球がなかったら多分今の自分はないと思います。やっぱ俺らの時ってすごい厳しかったんですよね。朝も早くから夜もすごく遅くまで。修行時代は2年間ぐらいは鍋洗いっつってひたすら雑用ですね。で3年目でやっと野菜とか管理してデザート、そっからが段階が一気に板場に入って伝票を読むところになって、直接お客様に食べていただける料理のところまで5年目の終わりぐらいにやっとそこまで行きました。6畳一間に3人が寝て、給料もそんなに高くなかったし、苦労しましたね。本当にしました。だから野球がまあまあ厳しかったんで、忍耐力とか礼儀もそうですけど、そういうことを野球で教えてもらってるんで、ずっと続けてこれたのかなっていうのはありますね。何回も辞めたいと思いましたよ。なんでこんな厳しい中で、それも東京で、僕育ちも生まれも徳島なんで、徳島借りたいなって思いながら、1年目の冬に長靴なんですけど、長靴の中にスープが入っちゃったんです。100度以上ですよね。全治1ヶ月ちょっとの大やけどって、そんな厳しくて辛いんだったらもうやめようと思って。けど辞めるってなった時に挨拶に行かなきゃいけないんで、もう辞めますって言ったんですよね。その時の料理長山下さんっていう人だったんですけど、その人がすごい剣幕で何を今までしてきたんだって、お前の努力って何だって言って、バカ野郎っつってさっさと着替えて仕事しろって言われたんです。その時の勢いがすごくて、そのまま仕事したんですよ。それからですね、料理の世界で頑張ろうと。山下さんっていう人がもう辞めて帰りなって言ってたら、この店はないです。自分の中ではみんなに助けられたなって思いますね。今の店もそうですし、マネージャーもいなきゃいけないし、みんなの支えがなかったら多分今の自分はないんで、本当に感謝しかないです。独立されるまでは何年ぐらいかかったんですか？11年ちょっとですね。30になる時に独立したんで、今45なんで15年前ですかね。俺が伝えたいのは若い子に、しんどくてもやっぱり継続してたら必ず自分のものになるという、自分がやりたい夢があるんだったら無理はしなくていいんで、続けることが一番大事だと思います。龍ってやっぱり中国では神様っていう存在なんで、龍にもいろんな意味があって、食べに来たら夢を叶えれるような料理を作りたいということでシェンロンっていう名前にしてるんですけど。
豆板醤ってこの赤が混ざってる状態の豆板醤なんですよ。若い豆板醤と寝かせた豆板醤。麻婆豆腐の大きさが細いから先にすると6人前ぐらい。大体1日100から100。豆腐って煮崩れするからそれ嫌がる人は金さんもそうだったんやけど塩茹でしたら豆腐は煮崩れしないから見た目はいいけどうちは塩茹では全くしない。冷たいままから仕上げていくっていうスタイル。無水麻婆って水分は豆腐の水分だけでスープもほとんど入れない。その方が大豆のうまみもあるしこれが沸騰していったら豆腐の水分が出るからその水分で大豆のうまみとか陳さんのお父さんの時陳建民さんの時はそうやってやってた。俺もその陳建民さんと一緒でお豆腐を煮込んでこのうまみを全部一鍋に出すというようなやり方。ここで火を通す時に焦げる前まで熱する。それが一番のワンポイント。片栗粉入れて片栗粉がぐーっととろみがついてしまっていく瞬間にここでよく火を通すっていうことがうちの麻婆豆腐のポイント。ここに中途半端に入れしたら豆腐がシャバシャバになったりするんでとろみとかもこれも長年のキャリアでもう今まだ火が全然完全に通ってない状態だからここから火を入れていく。これありがとうございます。どうぞ、いいですよ。シャンセーまだシャンセー麻婆麺。これ辛さ控える。ちょっと豆板醤とかがそうそうそう、ちょっと控えめにして辛さなしっていうのもできるし辛さ多めっていうのも何でもいい。辛さ控えめ。いらっしゃい。平日の限定なんです。はい。黒胡椒炒め。はい。はい。少し辛さありますよ。大丈夫ですか？辛くない選択肢はあるんですか？少し辛さ控えめができます。じゃあはい。11番
はい、ご奥お願いします。うちは四川料理です。陳さんも四川料理。辛い料理が多いですね。けどやっぱ土地柄もあって田舎で辛い料理をそのまま出すって言ったら抵抗は絶対あると思うんで、長年かけてお子様から年寄りまでがね好んでいただけるような料理を追求してます。辛さが苦手な人は辛さなしとか辛さ控えめとかもできますし、修行先の陳さんの味を引き継いでる、そこの基本は崩さずに基本的に子供でも食べれるように、エビチリとか麻婆でも辛さがないとか。麻婆が全部で4つ。はい。さあ、せーの。はい、麻婆です。麻婆豆腐定食の辛さ控えめのお客様。はい。普通の辛さの麻婆豆腐定食のお客様。はい。それで見に加えて、ついでに見に加えて、こちらです。はい。はい、中華丼、タンメン大です。お店には皆さんでよく来られるんですか？僕は初めてです。愛媛から来たんで、勧められて、ここが美味しいって。お昼どこか美味しいところでっていうお話をいただいたものですから、よく営業に行っちゃう時に、こちらのお店が欲しかったので。初めて食べられてみて、お味はいかがでした？非常に。
がお2つ。エビチリの定食。麻婆豆腐の定食のお客様。はい。もう一個麻婆の定食です。失礼します。いいですか？エビチリ定食です。普通盛りでよろしいですか？はい。お店に来たら麻婆豆腐一択ですか？そうですね。本当に辛くて美味しいんで、結構辛いんですけど、うまみとかも美味しくて。お店始められてからずっとお手伝いされてるんですか？ビールやね、ビール。家族で夜にさせてもらったりとか、もうずっと長年させてもらってます。10年以上は。料理のお味はいかがですか？最高ですよ。近所にこれだけ美味しい中華料理屋さんがあるのが本当にラッキー。どれがお気に入りですか？やっぱり麻婆豆腐、ほぼ毎回頼んでます。私は酢豚定食。でもやっぱ麻婆豆腐かな。はい、もらいます。
今日初めて来たんで、調べたらここすごい有名みたいだったんで、奈良から来るんですだからめちゃくちゃ大きいですわ。そんな噂になってますわ。本当に美味しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、辛さ多めです。はい、酢豚のお味はいかがですか？美味しいです。じゃあせタンメンにとタンメン。はいよ。ってるんで、もうこのルーティンばっかり。大はチャーシュー。チャーシューは2個ちょっとないですよ。あざっしゃー。ちょっと辛めに炊いとく。いい感じにバリバリやバラバラなんですよ。あざっしゃー。うちのオイスターソースがベースなんです。あ、うちはね。じゃあお塩は入れない。これをどうしてもう俺のでも塩辛いって感じられたら嫌なんです。こうちょっとコクがあって食べるとコクがあるこのオイスターソースを入れる。これが美味しい。うちのオイスターソース結構特殊だからあんまり市販で売ってないやつ。じゃあその味の深みっていう部分でそうで最後に最初に醤油を入れる感じ。これで
仕上がり。お店をこれからどうしていきたいとか。まだ多分浸透してないところもあると思うんで、僕の料理を徳島県、そんで全国に少しでも食べていただけるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。